カイネットっていう名前でラップやらせてもらってて、今年は20歳です。お願いします。今日はだいぶテック寄りに行って、で腕はちょっとパンク要素足してみたいな感じで、ジャケットがポストアーカイブファクションで、下はこれ古着なんですけど結構形気に入っててよく履いてます。で靴はアンダーカバーのブーツです。アクセサリーはこんな感じです。これが先輩のやってるメゾンドっていうクルーがあるんですけど、そのクルーの指輪で、サングラスはヴィトンでバージル RIP っていう感じでそんな感じのコーデで行ってます。大切にしてることは基本的に人と被らないっていうことは結構意識しているかもしれなくて、みんながかっこいいと思うものも多分このヴィトンのサングラスとかそうやと思うんですけど、ポストアーカイブファクションとか割とあんま被んないかなっていうイメージがあって、あとこのアンダーカバーのブーツもムクタっていうセレクトショップで買ったんですけど、取り扱ってる店舗がそもそも少なくてっていうので一目惚れして買っちゃった感じなんで、基本人とあんま被んない方がいいかなっていうのは意識してます。あとはスマートさですかね。でかく見えるっていうよりかはスラッと見える方が好きなんで、冬とかは逆にちょっと困ったりしますね。好きなブランドは今日カバンプラダなんですけど、プラダはもうずっと好きで、あとアンダーカバーは他にも持ってるんですけど、やっぱり日本人のデザイナーで僕は結構一番好きかなっていう、アート要素と普通に見た目がかっこいいっていうことがしっかりと両立されたデザインの服が基本的に好きかもしれないです。幼少期からダンスをずっとやってまして、でその頃からやっぱりファッションっていうのは密接に関わってくるところなんで、もともと好きやったっていうのもあるんですけど、やっぱラッパーやりだしてからより意識が高まったっていうのはあるんですけど、やっぱ音楽とファッションって切っても切れない関係にあるというか、常に流行りの音楽があってそいつが着てる服が流行るみたいなことって結構あると思うんで、切っても切れないところを切っちゃダメでしょっていう感じでずっと好きっていうのは結構あります。おすすめのお店はさっき言ってたその神戸のムクタっていうお店は最近あんまり行けてないんですけど、かなりおすすめです。スタッフの皆さんみんな全員かっこよくて、1個の服に対してそれだけの情報量が詰まってるんだっていうことをそこで僕は知って、一段と服が好きになったっていうのはあるので、ムクタはぜひ。使ってる財布は一応 MCM の財布を使ってて、結構これ長く使ってるんですけど、シックなものが基本財布はいいので、やっぱ黒を基調にしたもので、あまり黒にグレーなんでロゴとかの主張が激しくなくて、さらっと出せるかなっていう財布を持ってるっていう感じですね。香水は今日持ってきてはないんですけど、つけてきたのはシャネルのチャンス、あと全然サムライとかも使います。いい匂いやったら何でもいいって感じですね。割とブランドとかにこだわりは香水に関してはあんまないかなっていう感じです。かなり変わったかなっていう感じですね。なんか一応高校まで行って、で服飾の専門学校に入ったんですけど、1年ぐらい服飾専門学校やってからナイキの方で僕働いてて、今で働くようになってからやっぱりよりそのブランドの深さだったりとか、他のブランドにとってのナイキの存在っていうでかさを知ったりとかしたので、一個一個のブランド、日本人がやられてるデザイナーズブランドとかもそうですし、スポーツブランドとかでもこれだけの時間をかけて1個できるんだぞっていうのが学生時代と比べてあるので、一着一着本当に思いがこもってるんで大切にしてるっていう考え方に変わったかなって感じです。印象に残ってるものは全部結構思い出詰まってるんですけど、ムクタで買ったものは結構一個一個濃くて、で高広宮下ソロイストっていうブランドの T シャツを買った時に、服の深さっていうか、それまでって僕結構ストリートファッション寄りっていうか、割とシュプリームとか、今もシュプリームは結構素晴らしいブランドだとは思うんですけど、 T シャツ1枚でこれだけの情報量っていうのがあったんで、服をあんまり深く掘れてなかったんだなっていうことに気づいて、その T シャツ1枚でそれだけのことを思ったっていうのはでかい買い物だったかなと思います。
カテゴリー指輪はかなり好きかなっていう。指輪とサングラスですね。で指輪今日まだこれ今日つけてるの3つなんですけど、まだあって、アーマーリングとビビアンですねとアリスブラックっていうブランドの指輪と、あとこれは結構なんかジュエリー屋さんで買ったやつなんですけど、割と使い勝手良くて、でこれもアリスブラックで、これはかなりデザインが尖ってるんで、やっぱ言われるんですよね。この指輪どこのって言われるっていう、なんかみんなの目につくアイテムなんで、かなり指輪は気に入ってますね。最近注目してるブランドはアーナー・マー・ジョンソンっていうテック系のブランドなんですけど、まだできて1年ぐらいだと思うんですけど、そのブランドは1個なんかゲットしたいなっていう感じで、まだゲットできてなくて、まだ二次流通とかもあんま出回ってないんで、なるべく新品でいつかゲットできたらなっていう感じです。影響を受けたもの、でも友達には常に刺激受けてるかなっていう感じですね。このメゾンドっていう先輩もめっちゃそうなんですけど、友達同い年も十何人ぐらいいて、みんな音楽やったりとか服作ったり DJ したりみたいな感じで、なんかそれぞれにやっぱ自分のやりたいことやってて、やりたいことがある人の着る服って結局何かこう伝えたいものがあるんじゃないかなみたいなのがあって、こう服ってこうキャラがやっぱり出てくるんで、友達着てる服とかってなんか自分と違うなみたいなのを思うとより嬉しくなりますね。美容院意外と結構バラバラでここっていうのがあんまりないんですけど、でもその地元の美容院行くか、大阪来た時は大阪の良さげなところを女の子とかに聞いて、ここいいよって言われたらそこに色入れに行くって感じです。趣味はアニメですかね。アニメと映画と、音楽はもう趣味のレベルをちょっと超えちゃってるみたいなところあるんで、アニメとか映画って一本見ただけで見る前の自分とは違う自分に慣れてる気がするんですよね。その感覚が好きでずっと見ちゃうって感じです。本は基本漫画しか読んでこなかったタイプなんですけど、ハリー・ポッターだけは全巻持ってて全部本で読みました好きな映画は、一番好きなのはでも新海誠監督の映画はもう全部めちゃくちゃ好きで、天気の子も3回ぐらい見に行ったんですけどあの人の映画ってこうリアルさがありつつ異次元なとこもありつつで、人の切なさとかそういうところもしっかりと描いてるんで、こう自分のマインドアップにもつながる上でかなり好きですね。あと尺と絵の綺麗さもかなり好きです。おすすめの1曲はぜひよかったら、僕スカイネットっていう名前でラップやってるんで Apple Music とか全部配信してるんで、一応アルカディアっていう ARCADIA アルカディアっていうユニットでやっててのうちのスカイネットなんですけど、よかったら聴いてみてください。今後の目標はなんせ音楽だけで食っていけたら一番最高ですっていう感じなんですけど、今幸せじゃないかって言われたら全然幸せで、結局ナイキで働いて好きな服を売ってで帰って曲作ってっていう感じなんで、なんかそれは好きなことはできてるのかなっていう感じはするんですけど、もっと自分がビッグになって周りの人たち全員もうみんな幸せがいいんで、僕は幸せって感じなんですけど、なんか周りを巻き込んでみんなにこうありがとうって言われる存在にもっとなりたいなっていう感じです。好きな食べ物は焼き鳥とつけ麺と牛タンが好きです。多分みんな好きだと思うんですけど、焼き鳥は特に砂ずりが最高で、つけ麺はつけ麺すずめっていうここの近くなんですけどところと、塩原水っていうところと、あとはジンパチっていう地元にあるんですけど、ここも結構好きです。牛タンはもうどこでも牛タンであれば最高って感じです。今年中に PV 撮って来年に発表する予定なんで、ぜひそれはチェックしていただけたらなと思います。DEX フィルムズっていうチャンネルから出す予定なんで、よかったらお願いします。